こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2月末から3月初旬にかけてゲームパスに新たに追加されるタイトルをご紹介します。国産タイトルの追加が止まらない。ぜひ最後まで見てね。ソウルハッカーズ2、2月28日よりゲームパスに対応します。ペルソナやメガテンシリーズでおなじみのアトラスが手掛ける国産 JRPG。ジャンルはニューハードボイルド RPG と題されていて、サイバーでポップな世界観で描かれています。本作は2022年8月に発売したばかりのタイトルですが、早くもゲームパスに追加される形となりますね。新女神転生シリーズに SF の世界観をミックスしたスピンオフ作品、デビルサマナーソウルハッカーズから25年越しの続編となっていますが、1作目とのストーリー上のつながりはないため、前作を遊んでいない方でも問題なく遊べます。基本的には戦闘をこなしながらダンジョンを攻略していき、待ち受けるボスを倒し進めていくゲームとなっていて、学園生活を楽しめるペルソナと比較するとできることは限られていて、硬派な作りとなっている印象です。私は発売日に購入しクリアまで遊びましたが、クリア時間24時間ほどとペルソナシリーズと比べると比較的短めなボリュームとなっていました。また発売時点では少しテンポが悪かったのですが、現在ではアップデートによってダンジョン、フィールドでのダッシュ機能やバトルの高速モードが追加されているので、快適に遊べるように改善されています。私はダンジョンの構造が単純であったり、ストーリーが盛り上がりに欠けたかなと思う部分もありましたが、キャラクターたちや BGM などは良かったなと思います。ペルソナシリーズ3、4、5がゲームパスに追加されてまだ日が浅いので、まだペルソナ終わっていない方多いと思いますが、気になっていた方は触ってみてはいかがでしょうか。マージ&ブレード2月28日にゲームパスに対応します。脳戦バトルで世界を救う中毒性のあるパズルゲームと大規模なオートバトルを組み合わせた世界初のオートバトルパズルゲームとのことです。舞台を作成し、モンスターとの大規模な戦闘に挑み、パズルやバトルを進めていくことでモンスターに占領された城を奪還していきます。そしてバトルで得たお金を使って拠点や部隊のユニットをアップグレードすることができ、ユニットの体力と攻撃力を成長させることでバトルを有利に進めることができます。また無限に襲ってくるモンスターたちに立ち向かい、長く生き延びるディフェンスモードや友達と一緒に楽しめる対人モードなども搭載しています。落ち物パズルとストラテジーゲームの融合、面白そう。 F122 3月2日よりゲームパスアルティメットに対応します。毎年恒例のコードマスターズが手掛ける F1 レーシングゲームの最新作が EA プレイとゲームパスアルティメットに追加されます。フォーミュラー1とフォーミュラー2、2022年シーズンの素晴らしいマシンで、全てのドライバーとチーム、カラーリングの本格的なラインアップでレースを楽しむことができます。没入感あふれる生中継のようなレースを体験することができるとのことで、マシンの細部までとてもこだわり作られていて、美麗なグラフィックで楽しむことができます。日本語対応もされています。ウォーロン・フォールン・ダイナスティ3月3日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。チーム忍者が制作する歴史とファンタジー、そしてアクションに満ちたダーク三国アクション RPG。舞台は西暦184年の中国。戦乱と荒廃に支配され、
長きにわたって繁栄した王朝も崩れ落ちようとしているそんな最中に、プレイヤーは名もなき義勇兵として中国武術を駆使した幽霊な剣撃アクションを用いて強靭的な武将や龍馬はびこる三国乱世の逆境に立ち向かうこととなります。大刀や双剣など豊富な武器種から自分に合った武器を選ぶことができ、五行の力を引き出す秘術で炎や氷を使った攻撃を繰り出すことが可能となる多様なプレイスタイルから好みの戦闘方法を楽しむことができます。本作はオンライン協力プレイにも対応していて、フレンドと一緒に遊ぶことも可能です。また今作は2月24日金曜日から物語の序盤の2つのステージを遊ぶことができる体験版が配信されます。この体験版はオンラインマルチプレイで遊ぶこともできる上に、ステージをクリアしたセーブデータを製品版に引き継ぐことで特典のゲーム内アイテムも獲得できるとのことです。私、高難易度アクションゲーム大好きなので遊べるのを楽しみにしています。また3月のゲームパス追加タイトルには他にも千と千尋の神隠しなどのジブリ作品から影響を受け作られた幻想的な世界観で鹿の親子を操作するウェイトゥーザウッズやバイキングをテーマにしたオープンワールドサバイバルゲームバルヘイム、そして野球ゲームの MLB ザ・ショー23の3タイトルが発売日初日からゲームパスに対応することが決まっています。これらのタイトルは正式なアナウンスが行われた際に詳しくご紹介させていただきますね。ということで今回は2月末から3月初旬に新たに Xbox ゲームパスに追加されるタイトルをご紹介しました。また今週末には3月に Xbox で発売される期待作の紹介もアップする予定です。待望のリメイクとなるバイオハザード RE4 やゼロ、月はみの仮面など発売されるタイトルの方も大型タイトルがありますので、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。